12年前、ジュヨンは田舎町の小さなテコンドー館に送られた。ここで彼は館長の息子であるドフェと出会った。最初からジュヨンはまっすぐドフェに近づこうとしていたが、ドフェの心の壁は高く、簡単には踏み込ませてくれない。それでも2人は少しずつ同じ時間を重ねていく。並んでアイスを食べた日も、ここから離れたいと泣きながら訴えるドフェの声をジュヨンは黙って聞いていた夜も、偽の雪を作ってドフェを笑わせたあの瞬間も、全てが静かに2人の距離を縮めていった。そしてお互いの初キスは隠れてテコンドー館にある車の中だった。やがて2人の間には将来一緒にソウルへ出ていくという共同の夢が生まれる。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。しかしドフェの人生には最初から一つの呪いがかけられていた。父の姿はドフェにとって人生から消し去りたい呪いのような存在そのものだ。こんな環境で育ったドフェにとって困難が立ちはだかるたびに選ぶ道はいつも同じく逃げるの一択。ドフェは一度も真正面から向き合ったことがない。逃げることでしか自分を守る方法を知らなかったのだ。それなのにドフェはジュヨンからだけは離れられなかった。自分の世界に入れまいと高くガードを上げながらも、結局は自分の足でジュヨンの住む町へ引っ越していく。拒んでいるようで誰よりも彼を必要とした。子供の頃から両親の愛を受け取ることができなかったドフェは、自分を守るために人を近づけない術を身につけた。でもその奥では愛されたいという渇望だけが誰よりも強く残っている。そんな彼の人生に現れたのがジュヨンだった。何度ドフェが別れを切り出しても最後にジュヨンの方から謝りに来る。その度にドフェは自分は愛されてもいい人間なのかもしれないと証明される。ドフェは自分のわがままも醜さも性格の悪さも全部わかっている。だからこそ自分は誰かに愛される資格のない人間だと決めつけている。そのために必死に勉強し、有名大学に入りさえすれば、もしかしたらジュヨンの隣にいても許されるのではないか。そんな幻にすがりついていた。でもドフェが知らなかったのは、ジュヨンがずっと前から彼の本当の姿を知っていたことだ。弱さも臆病さも逃げ続ける癖も全て分かった上で、それでもジュヨンはドフェに恋をしたのだ。ドフェの大学受験の日、ジュヨンは館長がドフェの邪魔をできないよう初めて真正面から彼に立ち向かう。2人が揉めていることを知りながらも、ドフェは何も知らないふりをして受験へ向かった。でもジュヨンが心配で道端で通報した。警察の車のサイレンが鳴り響く中、ドフェは試験会場へと足を運んでいく。でも結局試験が終わるまで座っていられなかった。途中で会場を飛び出し、そのまま家へと走る。しかし家に着いた時にはジュヨンはすでに両親に引き取られていた。なぜジュヨンを殴ったのかと父に問いただしても答えは返ってこない。その時ドフェはテーブルに置いてあったナイフを振り上げる。父の姿はドフェの呪いだった。何が何でも人生からもみ消したかった影だ。鏡の前で自分もナイフを持つ姿を目の当たりにした瞬間、ドフェは自分が今一番なりたくない人間になりつつあることに気づいてしまう。だからドフェはこの家を離れることを以前よりも固い決心で心に決めた。だがこの場面と呼応するように物語の終盤、ジュヨンに連れられてテコンドー館に入ったドフェは鏡の前に立ち、ついにそれを打ち砕く。そこに映っていたのはずっと過去に縛られ続けてきた自分だったのかもしれない。鏡を壊すその行為は過去との徹底的な決別にも見える。こうしてドフェは長い間自分を縛り続けてきた呪いからようやく解き放たれたのだった。鏡の中に父の影が映っていた。父の暴力は単純に悪人だったからというより、あの時代の悲しき遺産物でもあった。当たり前のように息子を殴りながらも父親として息子をそばに置いておきたかった。試験の日、もしドフェが入試に合格すればこの家を離れ自分の元から去っていくということを知っていたからこそ、それを阻止しようとした。そしてその光景を見たジュヨンはどうしても止めずにはいられなかった。ジュヨンはとにかく明るい人間だ。太陽のようにドフェの世界へやってきた。どんなに拒まれても初日に見せたあの笑顔のまま何度でもドフェのいる場所へ戻っていく。
でも本当はジュヨンにも呪いがかかっていた。かつて学校で先生を殴り、その結果両親は彼を別の町のテコンドー館へ送った。それは更生という名目でもジュヨンにとっては事実上の見捨てだった。だからジュヨンは捨てられることを極度に恐れている。そしてジュヨンは寛容さと自己犠牲が極端に強い人間だ。ドフェが自分にしたことは何でも許せるし、そもそも自分は傷つけられてすらいないのではないかとどこかで思い込んでしまう。むしろ自分の存在こそがドフェの迷惑だったのではないかと考えてしまうほどだった。だからこそジュヨンの性格はドフェとは完全に補完し合う関係にある。ドフェが離れていた12年間もジュヨンが彼を愛することをやめた日は一日もなかった。彼が欲しかったのはただ一つ、自分はドフェに捨てられていないと確信できる答えだった。ジュヨンはドフェが去ってからの12年間、代わりに館長をしばしば訪ね、面倒を見ていた。自分をあれほど殴った相手であっても、その人が死んだ時には悲しみで涙があふれた。そして12年ぶりにドフェの顔を見た場所もまた皮肉なことに館長の葬儀場だった。ドフェの人生にはずっと父の暴力、テコンドーの重圧、そして逃げ続けることでしか自分を守れなかった弱さがあった。ジュヨンもまた捨てられることへの恐れを背負っていた。それでも12年間ドフェへの思いだけは手放さなかった。再会した2人の間には簡単には埋められない溝が横たわっていた。ドフェは過去を振り返ろうとせず、ただ目の前の今を生きようとしている。だがジュヨンは違う。自分がいなかったこの12年間、ドフェがどんな時間を過ごし、誰と出会い、誰と親しくなり、どんな思いを胸に抱えて生きていたのかをどうしても知りたかったのだ。だがそれはドフェにとって思い返したくない12年間でもあった。彼はジュヨンと共に訪れた思い出のある大学を何度も受験しては落ち、それでもそこに入ることこそがジュヨンへ戻るための切符のように思え、諦めず毎年受験を繰り返してきた。やがてジュヨンが住む町へ引っ越し、遠くからその姿を見つめては勉強に励んだ。さらに今の補習校の教師という職も学歴詐称の上に成り立っている。だからジュヨンの何気ない問いの一つ一つがドフェにとっては封じ込めてきた過去を無理やり引きずり出すようなものだった。以前のドフェは過去と決別したつもりでいたが、実際に生まれたのは12年間という空白だった。前へ進んでいると思っていても、彼の時間はどこかで12年前のまま止まっていたのだ。ジュヨンと再会し、やがてドフェは過去から逃げ続けても何も終わらないということに気づく。最終的にドフェは自分自身を受け入れ、そしてジュヨンを受け入れたその瞬間、2人を縛っていた呪いはようやく解けていく。この BL 作品は生まれ育った家庭が人に与える呪縛を静かに描いた繊細で余韻の残る物語だった。私たちは自分で家庭を選んで生まれてくることはできない。そしてその環境は思っている以上に深く人生に影を落とす。もしそれが歪んだものであれば、その影響から完全に自由になることはもしかしたら一生かかっても難しいのかもしれない。恋愛をしても仕事をしてもその痕跡は必ずどこかに現れる。それでもドフェとジュヨンは自分たちにできるすべてを振り絞りながらその呪いに向かい合い、少しずつそこから解き放たれていった。また次回お会いしましょう。ではでは。